痩せたくてやっていたトランポリンが間違いでした。ちょっと前に少し太ってきたからトランポリンを始めたんですが、やればやるほどすごくお腹が空いてしまって、トランポリンをやった後につまみ食いをダラダラっとするっていう生活が続いてて、頑張って動いてるはずなのにずーっと痩せなかったんですよ。トランポリンって前ももすごく使うじゃないですか。前ももが太く発達してしまって、理想とは程遠い体になってしまって、やっぱりピラティスに戻ろうっていうことでピラティスに完全に切り替えたんですけど、そしたら食欲が完全に落ち着いてスルスルと痩せられたんです。特にピラティスは骨格を整えながら女性らしいボディラインを作るのにとっても向いてるので、ムキムキしないで女性らしい体ラインを目指してるそこのあなたは、今日からこの動画頑張っていきましょう。まずは2週間このエクササイズぜひやってみてください。はい、それでは始めていきます。左の膝が上になるように膝と膝を重ねるようにしてみてください。角度ができない方はこれくらいの角度でも大丈夫だよ。はい、そしたら左の手を床について、右の腕を伸ばしたら手のひら天井方向です。お尻が浮かないようにしながら脇腹を伸ばしていきましょう。吐きながらゆっくりと戻って、もう一度吸いながらゆっくりと倒す。胸を軽く右斜め天井方向に向けてあげると、前側がしっかりと伸びてきます。 OK、 じゃあ反対側も同じようにやってくださいね。右の膝が上に重なるようにしたら、右の手を床について手のひら天井方向、そしてゆっくりと息を吸いながら倒していきます。胸を軽く左天井方向に伸ばして繰り返していきます。ふう、心地よく伸ばしていきましょう。脇腹凝り固まってる方とっても多いですね。はい、それでは四つん這いになります。腕を前に伸ばしてもらって、お尻を天井方向に突き出しながら肩甲骨あたりをぐいっと反らしてください。背骨の柔軟性を高めるためのストレッチなんですが、このストレッチをまずしてあげると呼吸が深まることで、ピラティスのラテラル呼吸がとってもしやすくなります。心地よく伸ばしていきましょう。OK です。はい、それでは体育座りから座骨の周りにあるお肉しっかりとかき分けていって、骨盤幅に足を広げたら前習いします。鼻から息吸って、吐く息で肋骨閉じながら尾てい骨から一個ずつ一個ずつ丸めて、おへそあたり覗き込んでください。肩しっかりと下げて、指先が前から引っ張られていくようなイメージで、ふーっと息を吐きながら徐々に床に倒していきます。じゃあゆっくりとアップ。じゃあラストいきますよ。吸って吐きながらゆっくりとロールダウン。ふー。 OK です。はい、じゃあそのまま仰向けになりましょう。では股関節の真上に膝が来るようにして、スネットマットが平行になるようにしてください。じゃあここで鼻から息深く吸って、吐きながら腰と床の隙間をぐっと潰します。ゆっくりと吐く息に集中しながら、腰と床の隙間がずっと潰れてる状態を維持して、つま先を床にちょんと降りて下ろしていきます。ふー。顎必ず引くようにしてくださいね。下腹部を整えるためのエクササイズです。下腹部痩せていきますよ。はい、もう少し頑張って。ふー。はい、OK。じゃあそのまま両手頭の後ろに回してもらって、肘軽く内側に閉じたら、もう一度息吸って吐きながらおへそ覗き込んでアップ。じゃあそのまま腰が浮かない程度に胸をしっかりとツイストさせながら、股関節から足を長く伸ばすようにしながら、胸からしっかりと上体をツイストさせていきます。クリスクロス。ふー、吸って戻って吐いてひねる。ふー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 。しっかりと外腹斜筋っていうのを意識しながら、胸から
ツイストさせていきます。はい、OK。よくできました。じゃあ膝の真下にかかとが来るようにしたら、そのまま両手万歳します。鼻から息吸って、吐く息で腰潰して、じゃあ徐々に背骨を床から剥がしていきます。もう一度ふーっと吐きながらみぞおちあたりえぐって背骨を一個ずつ下ろしていきます。じゃあもう一度繰り返していきましょう。吸いながらゆっくりと背骨を床から剥がしていって、お尻の穴キュッと締めてくださいね。はい、 OK です。じゃあそのまま片足アップしたら、そのままつま先天井方向に引き上げた状態で、そのままバウンドいきます。お尻をキュッ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 と締めながら、お尻の下部に効かせていきます。膝の真下にかかとが来ないとお尻に効くっていうよりはもも裏に効いてきます。お尻に効かせたいので、今は膝の真下にかかとが来るようにしっかりと調整して行いましょうね。ふー、息ずっと止めないようにしてください。ふっふっふー。はい、もう少し頑張って。はい、 OK。 そのまま足入れ替えていきます。反対側の足を上に伸ばしたら、そのままバウンド。腰から動かすんじゃなくて、あくまでもお尻の穴を締めてっていうイメージで行っていきます。顎必ず引くようにしてくださいね。息はずっと吐きっぱなしでも大丈夫です。とにかく腰は軽く丸めるようにするのが大事なポイントですよ。腰反っちゃダメです。もう少し。はい、 OK。 よく頑張りました。では足を伸ばした状態で膝をくるりっと外側に回していきます。くるり。骨盤が動いたりしないように骨盤を固定した状態で股関節から膝を動かすようにしてみてください。お尻の内側にある深層外旋肋筋群っていう股関節を開いてくれる筋肉がしっかりと鍛えられていきます。はい、 OK です。ではそのまま股関節をくるくるっと回していきましょう。股関節を大きくお尻の筋肉で大きく回していきます。大きく回す。しっかりと膝が外側を向くようにしながら大きく回していきます。骨盤が過剰に動いたりしないようにしっかりとお腹に力ぐっと入れてあげてくださいね。骨盤必ず固定ですよ。あともう少し頑張って。本当に偉いわ皆さん。OK。 じゃあそのまま下の足は曲げておいて、つま先上げたらつま先そのまま外側にくるりと回しておいて、横にパカッと開いたら、じゃあそのまま上でもっと上げて上げる。骨盤が前に倒れたり後ろに倒れたりしないようにしっかりと足を後ろに引きながら、腰反らないように腰軽く丸めた状態で上にもっと上げて上げてアップアップアップ。だいぶしんどくなってきましたね。皆さん頑張っていきましょう。はい、 OK。 とても上手にできましたよ。じゃあ反対側いきます。足伸ばしてもらって、はい、骨盤しっかりと動かないようにキープしながら、股関節から膝をくるりっと外側に回していきましょう。頑張って。お尻の内側にある筋肉とても大事ですよ。骨盤底筋を鍛えるためにもとても大事です。息ふーっと吐いていきましょう。頑張って。はい、 OK です。じゃあそのまま股関節から足をくるくるっと回していきます。足伸ばしてるのが辛いよっていう方は足曲げちゃっても大丈夫ですからね。大事なのは骨盤を固定しながら
くるっと回すことです。お尻の筋肉全体的に使われる感覚があると思いますよ。しっかりと膝を引き気味にしながら後ろに回していく感じです。とっても上手です。はい、頑張って。OK。じゃあそのまま足を伸ばして、はい、足後ろに引いたら鼠径部伸ばすようにして、腰は軽く丸めるようにして上に上げて、つま先上に上げていきます。じゃあそこでもっと上げ下げしていきます。完全に下げるんじゃなくて上で上げ下げしていきますよ。はい、上手です。本当に皆さんきついトレーニング一緒にやってくれてありがとうございます。皆さん本当にやってくれてるだけでもうありがたいし、本当に偉いです。世の中にはもう運動なんてしてない人の方がほとんどですから、本当に自分の体大切にしてるあんた拍手。はい、 OK。 では四つん這いになります。はい、四つん這いになったら腰を持ち上げてダウンドッグのポーズに入ります。背中まっすぐにしてもらって、ふくらはぎを伸ばすように足を踏み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 、足を踏み踏みしていきます。心地よくふくらはぎあたりを伸ばしていきましょう。OK。 でゆっくりとトポトポと手を歩かして膝を伸ばしたらゆっくりと息を吸いながらアップ。じゃあそのまま膝を横に横に横に、骨盤をしっかりと立てた状態で膝を横に横に横に上げていきます。腸腰筋っていう足の付け根にあるインナーマッスルが使われていきます。骨盤がこうやって倒れないようにしっかりと骨盤ブロックしてくださいね。はい、 OK。 ではマットの前の方に行きましょう。左の足を後ろに引いた状態で膝の真下にかかとがくるようにして、膝軽く曲げるようにしたら肩を前から後ろにくるりと回して、じゃあそのまま万歳してゆっくりと肘を引くようにしましょう。胸を天井方向に張るようにして、腰が過剰に反らないようにしてください。目線は必ず下を向くようにしてください。背中の筋肉やお尻の筋肉に効いてきます。 OK。 反対側行きましょう。膝軽く緩めたら肩しっかりと下げて肩甲骨寄せながら万歳です。しっかりと床の方に目線を置いてあげてください。胸を張るようにして腰が過剰に反らないようにお腹に力を入れながら行いましょう。はい、 OK。 ではそしたら後ろにもう一度戻ってきてもらって、万歳したらゆっくりと脱力しながら下にドンと下がって、そのままトッポトポトポと歩いてプランクのポジション。肩甲骨しっかりと広げるようにして手で床をしっかりと押すポジションにしていきましょう。頭下に下がったり顎上がったりしないようにね。OK です。じゃあその状態から腰を丸めながら後ろにお尻を引いて、じゃあ吸いながらゆっくりとプランクに戻る。背骨を丸めてまっすぐ、丸めてまっすぐ、そして吸って吐いて吸って、腰丸めて吸って繰り返していきます。肩をすくめないようにしてください。とっても上手ですよ。
はい、OK。じゃあその状態から右の手が肩の真下に来るようにしたら、じゃあそのまま左の手を天井方向に開いて、そのままローテーション。反対側も同じように脇腹しっかりと持ち上げるようにしましょう。脇腹しっかりと持ち上げて、呼吸は止めないようにしてください。はい、OK です。そのまま四つん這いになります。では左の手を伸ばしたら、鼻から息を吸いながら天井方向に向かって指先を向ける。胸開いて、吐きながら腕を内側に通して、もう一度吸って開いて、吐いて内側です。吸って開いて、吐いて内側。吸って開く、吐いて内側。はい、OK。反対側も同じようにいきますよ。じゃあ右の手を横に伸ばしたら、鼻から息深く吸いながら胸をしっかりと天井方向に向けて開いて、吐きながら内側に腕を通していきます。吸って開いて、吐いて内側。吸って開いて、吐いて内側。繰り返していきます。上手ですよ、皆さん。OK。それでは四つん這いに戻り、手と手の間に右足をドンと置いて、左の足ずりっと伸ばしてください。じゃあそのまま膝曲げて、反対側の手を大きく回して、足首持ってかかとをお尻にくっつけてもらって、重心前にかけていきます。そもそも足首持てないよっていう方は、タオルを足首に引っ掛けたり、もしくは自分ができるポジションでやってください。膝が痛くなるのは前ももがかなり硬いという証拠なので、こまめにこのストレッチやってあげてくださいね。そのうち良くなっていきます。 OK。 では上体を起こしてください。じゃあそのまま重心前にかけながら腸腰筋、股関節のストレッチやっていきます。るようにしてください。
このね何でもないようなこのストレッチが本当に大事なので、ストレッチもサボらずに必ず最後のクールダウンとしてやってくださいね。股関節の詰まりも取れていきます。手つけられても背骨が丸くならないよという方は手つけちゃっても大丈夫ですよ。 OK、 じゃあそのまますねをパタリと倒していきましょう。胸を天井方向に張るようにしながら骨盤左右にゆらゆらゆら、お尻周りをしっかりと伸ばしていきます。肘つけられる人は肘つけてくださいね。はい、OK。では正面向いてもらって、後ろから腕を回して鼻から深く吸いながら万歳します。深く吐きながらドーンと下ろして脱力します。じゃあゆっくりと頭を後ろに回して、脱力。じゃあ反対側も同じように回していきます。反対回し。首に力を抜くようにしてくださいね。はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。いつもコメント欄にたくさんのコメントを残していただきありがとうございます。これからも皆さんのコメント楽しみにしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と、あと高評価ボタンもぜひお願いします。明日は今日より綺麗になりますように。またね、バイバーイ。